厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は音楽史上最高の天才と言われるヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの神童天才エピソードを10個ご紹介します。漫画の主人公でもありえないほどのエピソードばかりです。今日この動画を見て、モーツァルトってすごい、モーツァルトのことをもっと知りたいと思った方はぜひこちらの動画、モーツァルトの人生と代表作をまとめた動画をご覧ください。それでは行ってみましょう。モーツァルトが特に神童と呼ばれたのは卓越したクラビーヤの演奏技術でした。クラビーヤというのはピアノやチェンバロなどの鍵盤楽器の総称です。モーツァルトには5歳年上にお姉さんがいました。実はこのモーツァルトのお姉さんもものすごくクラビーヤを弾くのが上手くて天才少女と呼ばれていました。しかし弟のモーツァルトはさらにすごかったんです。天才と言われたお姉さんがずっと練習してきた楽譜をなんとわずか4歳で弾き始めたのです。メヌエットやトリオなどの小さい作品であれば30分もあれば完璧にマスターしたそうです。お姉さんはこの幼いモーツァルトの演奏について、この上なく心地よく極めて正確な拍子で弾いたと記録しています。さらにモーツァルトは楽譜を完璧に弾くだけではありませんでした。モーツァルトは6歳の時にハプスブルク帝国の皇帝フランツ一世と後に女帝と呼ばれるマリア・テレジアの2人の前で演奏を披露することになりました。皇帝はモーツァルトの才能がどれほどのものか見てみたいと思って無理難題を要求しました。その難題は一本の指だけで曲を演奏してみろとか、鍵盤を布で隠して見えないようにして演奏してみろというような曲芸のようなリクエストでした。それでもモーツァルトは平気な顔をして軽々とそれをやってのけました。それを見て皇帝はとても喜び、モーツァルトにたくさんの褒美を与えたそうです。モーツァルトの楽器の才能はクラビーヤだけではありませんでした。なんと練習したことがほとんどない楽器まで弾きこなしたんです。4歳のモーツァルトはお父さんの演奏するバイオリンに興味を持ちました。モーツァルトのお父さんは宮廷のオーケストラでバイオリンを弾く仕事をしていました。ある日お父さんはオーケストラの仲間たちを家に連れてきました。そしてモーツァルトの前で仲間たちと共に弦楽トリオを演奏し始めました。それを聞いていたモーツァルトは真似したくなり、一緒に演奏したいとねだります。しかしそれまでモーツァルトはほとんどバイオリンに触ったことがありませんでした。大人たちはそんなモーツァルトに弾けるはずがないと思い無理だと言いました。それでもモーツァルトは諦めませんでした。結局モーツァルトは無理やり大人たちの中に入り、第2バイオリンのパートを一緒に演奏し始めたのです。そして弾き始めてから最後までなんと完璧に弾きこなしてしまったそうです。モーツァルトは演奏も素晴らしかったのですが、優れた繊細な耳も持っていました。3歳の頃にはお姉さんの演奏を聞いて覚えた和音を正確にクラビーヤで弾いて再現してみせました。またたくさんの楽器で演奏されるオーケストラの演奏を聞いた時には演奏中の細かいミスにも気づき、どの楽器がどこでどう間違っていたのか完全に聞き取れていたと言われています。6歳の時にはプロのバイオリニストの演奏の音を聞いてこう言ったそうです。あなたのバイオリンは僕のバイオリンよりも8分の1ピッチ高く調律されていますね。プロのバイオリニストには同じ音に聞こえたので、最初はそんなはずはないと笑っていました。しかしそれを聞いていたモーツァルトのお父さんが、息子はとても耳がいいので確かめてくれませんかと言いました。そうして確認してみたところ、確かにモーツァルトの言う通り、ちょうど8分の1ピッチだけ自分のバイオリンの音が高かったのです。これほど研ぎ澄まされた耳を持っていたからでしょうか。モーツァルトは小さい頃、大きな音の鳴るトランペットが苦手だったようです。モーツァルトの耳の良さはファンタジーのようなレベルでした。14歳の時、モーツァルトはイタリアに旅行していました。その時にシスティーナ礼拝堂である特別な曲を聴いたんです。それはグレゴリオ・アッレグリという作曲家が作った合唱曲ミゼレーレでした。この曲はキリスト教の復活祭の前にたった3日間だけこのシスティーナ礼拝堂のみで演奏される秘曲でした。他で歌うことはもちろん楽譜を外部に持ち出すことも許されていませんでした。
この曲は様々なパートがバラバラのタイミングで入り混じるような曲で、一つのパートだけを聴き取るというのも不可能なほどの複雑な曲でした。しかしモーツァルトはこの曲をたった一度聴いただけで、全てのパートをほとんど覚えてしまいました。そしてそれを宿に帰るまで鮮明に覚えていて、一晩で楽譜に書き起こしてしまったんです。そしてその後2回目にこのミゼレーレを聴いたモーツァルトはいくつかの細かい間違いだけを修正して完璧に仕上げてしまったそうです。モーツァルトは幼い頃から作曲の才能も特別でした。なんとわずか5歳で作曲を始めます。ある日モーツァルトは一生懸命ペンで何かを書いていました。まだペンも使いこなせない頃だったので、紙はインクのシミでぐちゃぐちゃになっていたそうです。そこにお父さんが帰ってきてモーツァルトに何を書いているんだいと尋ねました。モーツァルトはクラビーア協奏曲を書いていると答えました。クラビーア協奏曲というのはオーケストラとクラビーアが演奏される曲です。クラビーアという楽譜のパートはもちろんですが、オーケストラの様々な楽器のパートも作らなければならず、しかもそれらが全て調和するように仕上げなければならない曲です。お父さんは子供のいたずら書きだと思って最初は笑っていたそうです。しかし目を凝らしてよく見ると、それがちゃんとした楽譜であったことに気づきます。しかも楽譜は正確に書かれていて、曲も規則に従って作られていました。お父さんは驚くとともに息子の素晴らしい才能に感激して涙を流したそうです。モーツァルトは作曲のスピードも常人離れしていました。モーツァルトは14歳の時、イタリア旅行中にアカデミア・フィラルモニカ・ディ・ボローニャという音楽団体の入会試験を受けることになりました。このアカデミア・フィラルモニカという団体は、モーツァルトが試験を受けた時にはすでに100年という歴史のある格式の高い団体でした。入会試験もかなり難しかったので、超一流の一握りの音楽家だけが入会できる団体でした。試験の内容は独特でした。課題になる曲が発表されて、そこから受験者は部屋に閉じ込められます。そして古い音楽ルールにのっとって課題曲を4声の対位法の曲に仕上げろというものでした。この古い音楽ルールというのは六法全書のようなもので守らなければいけないことがたくさんありました。さらに対位法の曲を作るには深い音楽理論や知識が必要になります。この試験は大の大人でも3時間はかかると言われる難しい試験だったのです。しかし14歳のモーツァルトは1時間も経たぬうちに部屋から出てきました。そして試験官の満場一致で合格になったのです。ちなみにこの時モーツァルトはルールよりも感性を重視して作曲したと言われています。つまりあえてルール違反をいくつか犯していたんです。それでもモーツァルトの才能が素晴らしすぎたので、あらゆる事情を考慮すれば十分と判断されたようです。作曲のスピードの速いモーツァルトは35歳という短い生涯でなんと626曲もの作品を残しています。この626という数字はモーツァルトが亡くなった後に音楽学者のケッヘルがモーツァルトの曲を目録にまとめて番号をつけた曲の数です。このケッヘルの目録には入っていない断片的な作品も含めると作曲数は700曲にも上ると言われています。この700曲のボリュームはどのくらいかというと、モーツァルトが作曲をし始めてから、だいたい月に2曲の新曲を完成させていくペースです。そして作曲においてモーツァルトが超人的なのが、すべてのジャンルに傑作を残していることです。つまりどんなジャンルのものも最高のものを作れたということです。モーツァルトの名曲は皆さんも聞いたことのある曲ばかりです。ジャンルごとに聞いてみましょう。まずは交響曲のジャンルです。例えばこの交響曲もモーツァルトが作曲しました。続いて協奏曲のジャンルの名曲はこちらです。
さらにオペラのジャンルではこちらもお聞きになったことがあるかもしれません。続いて管弦楽曲のジャンルではこちらも有名です。そしてピアノの独奏曲ではこちらもよく知られています。さらには室内楽曲のジャンルではこちらも外せません。そして宗教曲、教会音楽においても傑作があります。いかがでしょうか。35年という短い人生の中でこれだけ多くのジャンルに傑作を残しているモーツァルトは、現代で言うとポップスでもロックでもヒップホップでもアニメソングでも作れば全部ヒットチャートに乗るというレベルのアーティストだったと言えます。ちなみに歴代の大作曲家たちを見渡しても、交響曲の作曲とオペラの作曲の両方で多数の傑作を残している作曲家というのはモーツァルトくらいです。ちなみにもう一人名前を挙げるとすると、リヒャルト・シュトラースという人物がいます。しかしリヒャルト・シュトラースの交響曲は交響詩というまた別のジャンルのニュアンスを含む曲が多いので、このあたりは議論の分かれるところだそうです。いずれにしても傑作の数の多さという点でも、モーツァルトは歴代の大作曲家たちの中で圧倒的な才能を持っていたと言えます。モーツァルトがこれだけ豊かな作曲活動ができたのは、モーツァルトの言語能力の高さも影響していると言われています。モーツァルトは母国語のドイツ語だけではなく、イタリア語やラテン語も話せました。さらにはフランス語や英語で書かれた文章や作品も残っていることから、とても語学が堪能だったと思われます。これはヨーロッパ各国で高度なコミュニケーションを取れることで、様々な知識を吸収できるという側面もありますが、作曲そのものにも大きく影響していると見られています。例えばドイツ語ができるというのは、ジングシュピールというドイツの音楽劇を作曲するのに欠かせません。イタリア語はモーツァルトが作曲家として大成功したイタリアオペラの土台になります。またラテン語は宗教音楽を作曲するときに欠かせません。これらは歌詞を作曲に用いるという意味だけではありません。音楽は言葉と密接につながっています。そのため発音やイントネーション、言語のリズムを理解していることが、その土地で発展してきた音楽を作るのに欠かせないのです。あらゆる才能を異次元に兼ね備えていたモーツァルトは、その才能を世間にも広く認められていました。9歳の時にはモーツァルトの才能が科学者の研究対象にまでなりました。モーツァルトの音楽の才能は客観的に証明されるものなのか、科学者の立場から検証されたのです。検証ではモーツァルトは初見演奏や即興演奏、作曲など数々のテストをこなしました。科学者はさらに周囲にもモーツァルトに関するヒアリングを重ねました。そしてモーツァルトの学才には寸分の疑いもないと見事証明されたのです。そしてモーツァルトは14歳の時、
イタリアのローマで教皇クレメンス14世から黄金伯爵勲章を与えられました。この勲章はキリスト教の中でも伝統と格式のあるとても名誉な勲章でした。モーツァルトの一人前にこの勲章を与えられたのは1571年ルネサンス期に活躍した大作曲家オルランド・ティ・ラッソでした。モーツァルトのこの受勲はなんと約200年ぶりという快挙だったのです。さて、ここまで神童モーツァルトのエピソードを紹介してきましたがいかがでしたか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。そして毎回皆さんからのコメントを楽しく読んでいます。ありがとうございます。ぜひ今回も動画の感想をコメント欄にお寄せください。そしてもっとモーツァルトを知りたくなったという方はぜひこちらの動画、モーツァルトの生涯と名曲を凝縮して紹介していますので、ぜひご覧くださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、こうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や演奏家の紹介、曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシックのある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー！